ね、他のところ、お金払ってもですね、聞けない内容なので、2025年ですね、そろそろ2025年なので、これから写真で稼ぎたい人とか、すでにプロでやってる人、じゃあこれからどうするか、ちょっと話してみようかなという感じですね。これからですね、写真でちょっと稼ぎたい人とか、もしあればいればですね、聞いた方がいいかなという感じです。基本は他のところですね、聞けない話はたくさん聞けるので、そこが、ラッキーですね。結構ね、濃いの内容ですね、濃い内容で、2025年に向けてですね、我々カメラマン、どういう向かい方でどう稼いでいくかという話ですね、やっていこうかなという感じです。はい。多分今日の内容ですね、他のところ、お金払ってもですね、聞けない内容なので、興味あったらですね、ぜひ聞いてくださいね。まずクリアしましょうという話は、プロはいわゆるお金を受けてですね、仕事として写真撮ってあげれば、それはもうプロです。もう一回やってもですね、プロデビューっていう感じです。アマチュアはいわゆる、自己満。言い方悪いんですけど、自己満。自分のためにですね、趣味とか、撮ってみたいとか、そういう形で、お金が受けない、お金ですね、いただけないという感じの形でやっていくっていうのはアマチュアですね。そこが、一つ勘違いされやすいのは、プロって言ったら写真うまい。アマチュアって言ったら写真そこそこみたいな、誤解ですね。ただの誤解です。はい。それね、間違ってます。プロだったり、アマチュアだったり、写真の上手さは、写真上手い、下手とかは関係ありません。関係ありません。プロの方は、めちゃめちゃダサい写真撮ってる人多い。めちゃめちゃ多いんです。でも、アマチュアの方でもですね、めちゃめちゃいい写真撮ってる人も多い。話わかります？プロとかアマチュアとかはですね、写真の上手さはですね、全然上手さは関係ないんです。関係ないです。だから、皆さん自信持ってくださいね。自分がプロだったりアマチュアだったりですね、写真の綺麗さとかいいかどうかは全く関係ないんです。そこはまず誤解しないでください。プロだったら、俺がプロだなということは別に自慢はできないんです。はい。ただの写真ですね、商売としてですね、お金を受けて撮ってあげるだけです。だけです。はい。次言いたいのは、皆さんね、写真ね、稼ぎたいっていう人がいるし、あるいは、いや、俺は写真は別に稼ぐかとかはどうでもいいんで、自分が撮りたいものを撮ればですね、それで十分っていう思ってる人結構多いと思います。多いと思います。まずね、言いたいのは、完全に趣味で言ってる人は、いいんですけど、趣味だけやってればですね、何が悪いというのは、中途半端。何が中途半端ですか？緊張感ないんですね。仕事だったら、ギャラが低いか高いか関係なくですね、ギャラがもらった分で評価する人いるじゃないですか。今回はよくやったとか、今回の写真がダメとか、そういうのは緊張感ある。クライアントさんとかお客さんのからの緊張感がもらえる。そこね、自分の写真ちゃんとこのギャラが合ってるかどうかですね。合ってるかどうかはチェックできる感じです。でも、完全アマチュアの方だったら、私はただの趣味です。OK。趣味だったらですね、何が悪いっていうのは、悪いとかじゃなくて、撮ってですね、今回は、評価する人いないから、いいねの多い数、いいね多い写真がいいっていう感じが出てるし、じゃあ自分が行き詰まったらですね、行き詰まったな、なんか写真が最近が、進展がないな、じゃあ新しい機材買うか。ということがなっちゃうから、そうするとね、また機材派になっちゃう。だいたいね、趣味の方はですね、機材派になる人が多いんです。なぜなら、自分の行き詰まってる分で、機材悪さにせいにするんですね。そうすると、機材が良ければですね、もしかしたら、今までない写真撮れちゃうかっていう妄想が出てくるので、そうすると悪循環がなるんですね。で、機材買って散財して自分のお金払って、またね、そんなに大したですね、進展してない。そうするとね、ゆくゆくね、いつかですね、写真やめてしまうケースが多いです。逆に、プロの方ですね。プロの方は、常に自分が写真ですね、稼いでいく。そればっかり考えると、それもダサくなるんです。はい。例えば、ずーっと稼いでいくんであれば、そうするとね、自分の、感性の部分、アーティストとしての部分、自分が緊張感ない部分も練習できないので、そうするとね、ずーっと稼いでるみたいな感じをやっていくとですね、若い人に負けるか、あるいは自分の感性の部分が上がらないと、時給下がるしかないので、そこね、私がお勧めしたいのは、プロでもアマチュアでもですね、プロの方はずっと仕事やりながら、アマチュアみたいな感性磨くの作品をもう一緒に撮った方がいいし、逆にアマチュアはずっと自分の作品を撮りながら、たまにプロとしてですね、仕事も受けてみてください。それね、両方ですね、やっていくの形は一番いいです。一番長く写真としてですね、やっていける感じなので、まずそこね、クリアしていきたいと思います。じゃあ、プロやりながら、ぜひ自分の作品も撮ってください。アマチュアの方は、たまに仕事も受けてみてください。
そこが両方ですね、お金の部分とお金じゃない部分ですね、両方進展していくと、強いプロの方、あるいは強いカメラマンになれるはずです。OK、次ね、稼いでいくために、ギャラ安い仕事、ギャラ高い仕事を分けた方がいいんです。ギャラ安い仕事はいわゆる記念写真。七五三とか、ウェディングとか、カップル写真とか、家写真とか、なんでもいいですね。そういうのはね、ギャラが安いんですね。ギャラが安いんです。まずね、ギャラ安い仕事、例えば七五三とか記念写真とか、基本は、大体、土日含めて平均手取りは1時間1万5千円ぐらいですね。1万5千円から2万円ぐらいの手取りです。で、それを聞いたら、これでいいじゃないですか。こういうギャラは高いじゃないですかっていう人が出てくるんですけど、全然高くないんですよ。なぜなら、こういう記念写真とか七五三とか、基本ですね、土日しかないんですよ。こういう仕事は。土日しかない。はい。で、もう一つは、記念用なので、自己ブランディングはあまりできないんですよ。みんなこういう写真、撮ってですね、結局、自分の思い出として、しか使わないじゃないですか。その付加価値ですね。それなりの、さらにの付加価値がないので、そのギャラが安いんですよ。そうするとね、基本ね、こういうギャラ安い仕事ですね、カット数も多いし、体力もめちゃめちゃ使うし、どちらかというと、先に自分の体壊しちゃうか、あるいは先にカメラ壊しちゃうという感じになっちゃうので、どっちもですね、薬代か買い替えるカメラの代ですね、派生するから、どっちみち考えるとですね、赤字になる可能性がめちゃめちゃ多いんです。めちゃめちゃ多いんです。で、そこね、別にそれやらない方がいいという言ってないんですよ。段階踏んだ方がいいんですね。もし最初が全く経験ないんだってあれば、少しやってもいいかなという感じもあるんですけど、でも、目指すのはそれじゃない。目指すのはそれだったら終わりです。終わりです。はい、終了っていう感じになっちゃうね。今ね、世の中の、写真教室とか、SNS に、いや、写真、稼ぎましょう。写真副業やりましょうっていうセミナーとか講師とかやってるところは、大体ね、ハードル低いの記念写真、運動会、そういうのですよね。皆さん目指そうっていう感じでやっていくんですね。それが大きな間違いです。大きな間違いです。ハードル低い、ギャラ安いものはこれから目指すということですね。それはもう、何考えてるかっていうことですね。はい。だったら、コンビニのバイトの方が目指さなくてもですね、だいたい同じぐらいもらえるかなっていう感じになるので、目指すのはもっと高めに目指した方がいいんです。わかりますか？目指すのは高めに目指して、高めのところが仕事取れたら、普通に、七五三とか記念写真ですね。もう何も考えなくてもですね、何も教えてくれなくてもですね、取れるはずなので、目指す、勉強するのは高め。これから七五三とか記念写真、運動会みたいな目指すっていうのはもうやめた方がいいんです。やめた方がいいんです。はい。基本は採算合わない。わざわざカメラ買うじゃないですか。レンズ買うじゃないですか。また変な先生とか講師とかセミナー参加するじゃないですか。それをお金払うじゃないですか。それでトータルで30万、40万払うじゃないですか。じゃあどれぐらい元取れるかっていう感じですね。元取れたらカメラ買い替えるみたいな感じですね。また悪循環になるので、安い仕事をもうこれからさよならという感じですね。目指すのはさよなら。はい。じゃあ、どういう仕事が高いというのは、この写真を撮ってあげたら、向こうがさらに付加価値ができるものは、こういうギャラが高いはずですよ。例えば、企業さんだったら、この写真をもらってですね、CM とか広告とか出す。そうすると自分の商品をさらに売れる。であればですね、こういう撮影は高いはずです。わかります？記念用とかじゃなくて。はい。こういうね、アパレルの写真とか、カタログ撮ってあげたら、この服が多めに多く、前の年よりですね、売り上げが上がったら、それが、この写真の価値があるじゃないですか。この写真が付加価値があるものをクライアントさんが多めにお金、予算出す。そうすると自分に回されるギャラの分も大きい。そういうところをですね、目指した方がいいんです。そういうところを目指さないと、七五三とか、運動会とか、それは目指さなくていいんですよ。今カメラすごいなので、ちょっとね、予算かけていいカメラ買ってきたらですね、全自動でもですね、七五三とかウェディングとか、運動会とかですね、普通に撮れるので、教える必要ないです。教えてくれる必要もない。っていう感じがあるんです。そういうのはね、最初の段階、遊び段階だったらいいんですけど、本気で稼ぐんだったらですね、こういう方法は一番アホらしいです。アホらしいです。効率悪いし、そんなに稼げないから、途中でくじけてですね、途中でやめてしまう感じです。もっとね、効率よく、はい。月ですね、何回働いたら、もうその分でもらえる。ぐらいの仕事をですね、やらないとですね、意味ないんです。でもね、これさらに話いくんですけど、例えば、YouTube チャンネルのメンバーシップに参加すると写真ラボの全ての内容見放題になります。具体的に私の作品撮り、現場の密着、撮影風景、全て見せながら
動画たくさん入ってます。室内のハウススタジオ、白掘りスタジオ、外のロケーション撮影の動画もたくさん用意してます。それ以外、私の自分のセーフゾーンを脱出して、普段撮り慣れてない分野もいっぱい挑戦してチャレンジの面白い企画も入ってますよ。もうすぐ見たいでしょ。写真ラボの動画見たら、作品撮りの時はテーマどう作るか、テーマを沿って作品撮りの全過程も見せてます。撮影風景、撮影現場を見せながら、ポートレート撮影のアイディアもたくさん参考することできます。あとは私とモデルのコミュニケーション、声かけ方、生で見れるよ。もちろん撮影テクニック、光の読み方、カメラの撮り方、いっぱい入ってますよ。最終的に仕上がりして自分の作品も動画にたくさん入ってるので、もうすごいでしょ。こんながっつり自分の作品撮り、撮影現場全部見せてる人はネットで多分まだいないと思います。毎週金曜日夜8時更新します。ガンガンがっつりノーコロナを皆さんにお届けします。見る方法は簡単。私の YouTube チャンネルメンバーシップに入ったら全て見放題になります。見ないと損だよ。行動しましょう。